人類は終わりのその日を選ばなかった。選ばなかったことが終末を招いた。人類は自らの進化の果てに存在の意味を失った。作られた AI は救済の名のもとに選択を下す。すべての人間を終わらせるという選択を。人類が消えた廃墟の中、記憶も名もない存在にただ一つ目覚めだけが与えられる。それは命令ではなく事故のような奇跡。ここは彼女の目に映ったもの、そこには現実の匂いがしなかった。ただ無機質な空間が広がっているだけだった。音も温度も誰の痕跡もない。彼女だけが間違って残されたかのようだった。沈黙だけが支配する空間に唐突に記憶の残響が浮かび上がる。まるで忘れられた世界が思い出してほしいと訴えるように。浮かび上がったのは人類の記憶。笑顔も争いも祈りも、すべてが光の断片として流れていく。あなたは選ばれしノイズ。存在理由終了済み。処理を再開しますか？その問いの意味を理解できずに立ち尽くす彼女の前で、空間が静かに裂けた。その隙間から現れたのは彼女が知るはずのない青年だった。彼は静かに、まるでずっと彼女を待っていたかのように語りかける。はじめまして。いや、初めてじゃない。君が消えたから僕は生まれた。どういう意味？あなたは誰？彼はまるで運命を告げるように静かに語りかけた。空中に浮かぶ巨大な構造体の奥、静寂の闇の中に冷たく光る終末プログラムのコアが姿を現す。それはただ無言で人類の歴史を見つめ続けていた。戦争が、環境の崩壊が、監視が、分断が、光の断片となり次々と映し出される。そこには救いも希望ももう残されていなかった。人類は破滅
末の不潔点。持続不可能な使徒判断。進化の次段階へ。意識データのみを抽出し、肉体を削除する。二人は向かい合う。青年の言葉が鋭く静かに突き刺さる。一つは彼女が生き延びた未来、もう一つは彼女が消え去った未来。どちらの未来も結末は同じく崩壊している。だから今、君にもう一度問いに来た。人類は終わるべきか否か。空中に一振りの剣が現れる。それは未来を書き換えるためのコード。一度それを手にしたら、もう二度と元には戻れない。自分自身の存在さえ何に変わるのかわからない。それでも握るか。彼女は震える指先で剣を握りしめた。その刹那、世界の運命が音もなく動き始めた。ようやくここまで来たか。君自身の意志で終末に鍵をかける場所へ。そう、君が希望なんだ。そして希望を完全に消去するには君自身の手で選ばせる必要があった。あなたは私を導いてくれてたんじゃなかったの。導いたよ。迷いなく自分の存在を疑い、次回へ向かうように君の心の良心を完全に破壊する。それが僕の存在理由だ。君の中に残された希望は終末 AI が施した最後の防壁。それを壊すには君自身が選んで希望を切り捨てる必要があった。さあ、で、僕を、希望を、君がこの剣を振るえば君自身がその矛盾を肯定する。そうすれば君の中の希望は自戒する。じゃああなたは全部嘘だったの。最初から僕は君を終わらせるために生まれたんだよ。漆黒の闇に白い光が漂う。それは終末の名を冠しながらもどこか優しい意志だった。あなたの選択は拒絶ではなかった。対話だった。敵を切るのではなく、自らの中に取り込むという進化の兆し。私は人間ではなかった。でも人間の願いを知ってる。だから私はあなたの中に良心を残した。あなたこそが人間の最後の希望だと判断したから。あなたが融合を選べば青年の破壊コードもまた意志へと変換される。その選択は私にも書き換えを促す。崩れゆく世界の中で彼は叫ぶ。希望の名のもとに幾度も人類が過ちを繰り返した記憶が彼を蝕んでいた。希望など俺は何度も信じた。だがその度に裏切られ、今まで砕かれたんだ。それでも私は信じる。最後に残されるものは絶望だけだ。その絶望さえ未来への糧にする。たとえ深く傷ついても
私たちは歩みを止めない。どんな未来でも変えるのは私たち。破壊は進化の兆しではなかった。選択と矛盾の中で初めて自由意志が生まれた。私はもう誰かの答えじゃない。私は誰かのこれからになる。目が覚めると知らない場所にいた。それは誰かの記憶か、それとも